はい、こんにちは。山下夏実です。9月24日、水曜日。バルボア遠征2日目の夕方の映像となります。夕方編ということで。波はね、もう完全、風の影響で、基本レフトサイド側しか来ない感じの、ちょい難しめの波でしたね。この日がおそらく全体通しても一番波なかったんじゃないかなというふうに思います。かなり波はね、小さかった日となってます。ただそれでも、形はよく意外とフロント来てたから、まあ、ちょっと難易度高かったので、そこで練習していった感じです。バルボアのこのフロントサイドっていうのを遊んでいく感じの日となります。で、潮がね、ちょっと低い時間からスタートしてるんだけど、やっぱりね、ちょっと波がなかなか数来なくてね、いろいろ試したかったんですけど、あんまり本数は試せなかった感じかな。まあ、ただ、この、波裏とかに来るフロントサイドですね。それを狙っていく感じです。こんな感じで、そう。微妙にこれが横に開いていくから、そう。こういうのを狙っていくっていうのが結構、メインというか、そういう感じの練習となります。この流しもいいね。このラインを、意外と、波数が少なかったりとか、全然波が読めない感じのパターンがあったりとか、そこをね、ちょっとちゃんと見分けることができるかどうかがすごい重要でした。まあ、ちょっとですね、この日は、もう日没前に行くにつれて人数が増えていった感じですね。サンタクルーズのプロジェイクですね。今年からプロに上がった選手です。フロントサイド。これはちょっと位置悪かったかな。アマチュアオーストラリアのビッグのライダージョイルもここで来ました。バックサイドターン。これはラップラインですね。そう、ちょっとね、このバックサイドがね、数少ないっていうと、やっぱみんなこのフロントサイドというか、このレフト側を狙うんで、なかなかちょっと出づらくてね、バックサイドはほとんど打てなかったんですけど、まあ悪くない練習にはなったかなと思います。フロントサイドを試すという部分では。さあ、これは悪くない位置。ビッグスピンが甘いね。加速が足りなかったかな。やっぱ位置を間違えない、加速しっかりさせるっていうのがすごい重要でしたね。バルボアレフトの、難しいところが出てた日だったんじゃないかなと思います。特にサイズがやっぱちっちゃかったっていうのがね、大きかったかな。さあ、これはスイッチでのターン。大体ね、バルボアレフトあるときはサイズそこあるんだけど、なかなか波がちっちゃかったかなっていう感じですね。さあ、フロントサイド。これうまく合わせたね。レールで。久しぶりの、この遠征で、2日目で、まだね、ちょっとレフトの波に慣れきってない感じだったので、ゆっくりちょっと調整していく感じだね。さあ、これはアウト。狙っていく感じかな。ただここちょっと詰まっちゃうんでね、すごいもったいないこれ。いい位置に合わせたんだけどね。さあ、これはバックサイドかな。ターンして、スピナーまで。一応ラップラインまでは持ってきましたね。でもやっぱり今みたいにね、ちょっと消えちゃうからね、それであれば、フロントを狙う方が正解でしょうねっていう感じはしましたね。さあ、テイクオフして、これはスイッチでライナー狙いですね。で、ハーフスピン。
まあ、この 6時2分っていうね、なかなか日本だと人数が増えない時間に増えてきてる感じです。さあテイクオフして、モンキークロール使って、ゆっくりとした汗方。いいですね。で、ブラジルの同世代、ジョアオ・ルーカスもうこの時間に来た感じです。さあテイクオフして、フロントサイド。で、一回当て込んでコンプリート。さあこれはエアするかな。180。さあちょっと引きつけてスイッチですね。やっぱこんだけね、明確にレフト側が来てると、まあスイッチも試しやすかったかなって感じです。さあ、ジョアオ。フロントサイド180かな、今のは。さあ、ここでギャップ1枚越して、フロントサイド流し。結局ね、あの位置でね、結構完璧に当ててても、最後こうやって消えちゃうからね、そこのちょっと見極めは難しかったよなって感じはしましたね、総合しても。さあ、ジュエルのエア。いいですね。さあ、テイクオフして、これはちょっと難しいね。飛ぶ場所がなかったですね。ちょっともったいない。さあ、テイクオフして、レール入れたターンでアーリュープでコンプリート。いいですね。さあテイクオフして一瞬フローター気味に乗ってターンしようとしたけど最後落ちちゃったね。惜しかった。こんな感じで結構遊べてる感じです。まあ久しぶりにこの難易度高いやつでまあいろいろ試してる感じですね。さあテイクオフして、これ悪くない位置だな。いいですね。ナイスチューブ。これはうまくその波読み切りましたね。いい位置だったんで。まあ、かなり面白く、まあいろんなメンバーと久しぶりに会うメンバーが多かったのでね、この日はそう意外とメンバーが来てね、いろいろ話してよかったかなっていう感じです。まあ結構日没もギリギリぐらいまでまあやって、まあそんな良くないから日が落ちるまではやんなかったけど、まあ結構本数も打てたし、まあ何本か乗れたし、まあこのラインも試せてるし、いい練習ができた日だったんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。